お疲れ様です。ヒロさんキッチンです。今日はですね、初めて鉄のフライパンを買うならリバーライト極めシリーズがおすすめです。鉄のフライパンにもいろいろメーカーがあるんですけど、その中でもリバーライトの極めシリーズ厚板フライパンがめちゃくちゃおすすめなんです。で、ポイントは3つあります。その1、特殊な熱処理で極めて錆びにくい。その2、使い始めがとっても簡単。その3、3.2mm の厚板で何でも美味しくふっくら焼けます。メリットデメリットあるので詳しく解説していきます。まずは錆びにくいことの解説です。リバーライト極めシリーズは特殊な熱処理をしています。これは本当に普通に使ってれば僕錆びたこと一回もないですね。特殊な熱処理は別に悪いものじゃないんですけど、普通に窒化鉄っていうものを鉄に窒素を含浸させてるものなんですね。それで錆びにくくなってます。で、これのコーティングのおかげで使い始めがめちゃくちゃ簡単なんです。通常の鉄のフライパンですね。これは錆びるので錆び止めコーティングがされてるんですけど、これを火にガンガンかけて焼いたりとか、もうこすったりして取らないと取れなくて使い始めがすんごい大変なんですけど、リバーライト極めの方は錆びにくいのでコーティングはしてないんです。なので買ってきたその日にすぐ使い始められます。あとはよく水で洗ってもらって、これ火かけて油をちょっと敷いて、少し煙が出るまで油温めてもらったら火消します。で、この油をよくなじませてもらって冷めるまで待ちます。これでもう使い始めることができますね。冷めるまで待つとツルッツルの鉄のフライパンになります。で、詳しくはまたリンクの動画を見てください。で、こっち普通常の鉄のフライパンで、これも2ミリくらいあるんですけど、このリバーライトの厚板フライパンは 3.2 ミリあります。なんと。で、この厚みのおかげで保温性が良くて焼くという調理がめちゃくちゃ美味しく仕上がります。お好み焼きってお店で食べるとすっごい美味しいじゃないですか。あれって鉄板がめちゃくちゃ熱いんですよ。で、厚みの保温性でふっくらパリッと美味しくお好み焼き焼けるんですよね。このリバーライトの極めの厚板フライパン、これもお家でもお好み焼きがすっごい美味しく焼けちゃいます。実際これちょっと目玉焼きを焼いて比べてみましょう。はい、それではじゃあこちらも同じ火加減、同じぐらいかな、同じぐらいですね。ちょっと味付けも同条件ですね。で、鉄のフライパンも僕の方法でコーティングしてもらえばこんな感じです。これ僕の目玉焼きの一つコツなんですけど、弱い火で火を入れて白身が固まったら OK っていう、この食べ方が僕一番美味しいかなと思ってます。はい、両方とも焼き上がりました。どうでしょう、こちらが鉄のフライパン、こっちがコーティングのフライパンである。鉄のフライパンの方が白身がふっくら焼けてる感じありますね。こっちのコーティングの方がやっぱ少し広がっちゃってる感じがします。それでは実際食べてみましょう。美味しく焼けてますよ。で、次鉄のフライパンの白身食べます。久々に食べ比べましたけど全然違います。圧倒的に白身が厚くふっくら焼けてます。コーティングのフライパンでも全然綺麗に焼けるんですけど、比べちゃうと全く違いますね。いや、これはびっくりしましたね。ちょっと久しぶりに僕もやりましたけど全然違います。で、鉄のフライパン
のメリットとしてはやっぱこう、金属のヘラ。こういうのをガシガシ使えちゃうっていうのはとってもメリットです。で、あとこのリバーライト極め。これ一個いいとこがあって、取っ手が木なんですよね。通常の鉄のフライパンの鉄なんで、あんまりこう熱し続けると、ここ熱くなってきちゃうんですけど、リバーライト極めは木です。で、しかもこの取っ手も、これヘボくなってきたら、これ回して取ってもらって、ダメになったら取っ手も交換できちゃいます。まあ僕10年今使って、全然まだ大丈夫なんで、いつ交換するのかなっていう感じはしてますけど。これ、お手入れ方法楽で、こう水流してもらって、で、こう、汚れだけ軽く、金沢足でもたわしでも、シャカシャカっと落としてもらって、すすぐ。これでおしまいです。これであと、はい、これでガスコンロかけます。でガスコンロかけてもらって、もう水分、これが乾いたらお手入れ終了です。これでもう全然10年間使ってきて、この方法で1回も錆びたことないです。はい、ではね、はい、最後にじゃあデメリットの方をちょっとご紹介します。デメリットはもう一つですね。重いんです。これ、重い。これだけです。本当に鉄のフライパンのデメリット。これ僕のこれ26センチの厚板フライパンなんですけど、2.3 キロあります。ちょっとしたダンベルレベルなんですよね、重さが。コーティングのフライパン、なんかもうすっげえ軽いんですよ。すっごい軽いんですよ、これも。ちょっと大変な重さなんですね。ほんとこれがデメリットです。リバーライト極めシリーズのフライパンのご紹介をさせていただきました。これフライパンとしては7000円ぐらいします。ただ、10年使ってます、僕。コーティングのフライパンだと2、3000ですけど、2年も持たないんで、本当に。そうすると、もう鉄のフライパンの方がめちゃくちゃコスパがいいです。で、さらに僕これ気に入っちゃって、この厚板フライパン、卵焼き、でさらに中華鍋、この3つを普段使って料理しています。鉄のフライパン、初めて買う方に本当におすすめできます。ではぜひ厚板フライパン使ってみてください。すっごい料理美味しくなりますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。